今回は、悪魔神の派生カードについてまとめてみました。前回の精霊王が好評だったため、第2弾となるわけですが、この動画では大人気闇クリーチャー、悪魔神バロムについてです。それじゃあ、早速参りましょう。悪魔神バロム、2002年に登場した闇の進化クリーチャー、バロム率いる闇騎士団と、アルカディアス率いる光軍団の戦いが大きなテーマのこのパック。バロムは当時から高い人気を誇り、以降も闇文明の顔として活躍し続けていきます。8マナパワー12000のダブルブレイカー、デーモンコマンドから進化して、出た時、闇以外のクリーチャーを全て破壊します。豪快な出た時効果と、闇以外を吹き飛ばす中二病のごとき能力に、数々の DMP を魅了していったカード。漫画やアニメでも国上が愛用していたことから知名度も高く、小学生の憧れのカードとして高い地位を誇りました。手のひらに開いている穴からビームを放つ攻撃。バロム砲はカード化されており、一度は真似したことある人も多いのではないでしょうか。ちなみに背景ストーリーでは、ハオーブラックモナークというクリーチャーが、アルカディアスに対抗するために復活させた存在がバロムで、封印されていた状態が、口述するバロストというカードとなります。呪縛の剣豪バロスト。2004年に登場したカード。8マナ6000のダブルブレイカー。破壊された時、すべてのクリーチャーを破壊します。全体除去という派手な効果を持ち、決まれば晩年をリセットできる強力な能力ですが、8マナとコストが重い上に、破壊時ということで能力に即効性がないため、当時からかなり使いづらかったカードとなります。先ほども言った通り、バロストは封印状態であり、ハオーブラックモナークがこの封印を解除することで、バロストはバロムになりました。ちなみにバロストはエラッタされており、旧テキストでは、このクリーチャーが場から墓地へ置かれた時となっています。この書き方だと、封印という状態から墓地へ送られても発動するため、このテキストは破壊された時と同義とするエラッタがなされ、新しいカードでは破壊された時と記載が変わっています。悪魔神ドルバロム、2005年に登場したカード。数百年にわたり多文明の生命を吸収し続けてきたバロムが、転生を果たした姿とされており、イラストの縁を結ぶ仕草一つで、全てが闇へと変えるほどの力を持ちます。10マナパワー13000のトリプルブレイカー、デーモンコマンドから進化して、出た時、闇以外のクリーチャーを全て破壊し、その後お互いのマナから闇以外のカードを全て墓地へ送ります。元のバロムの盤面除去に加え、マナにも干渉することが可能となったドルバロム。相手のデッキ次第では、出ただけでほぼ勝ちが決まるほど強力な能力ですね。ただ当時はガチ環境で言うとボルバルマスターズ、ドルバロムを出している暇なんてありませんでした。カジュアル環境では、ドルバロムを中心にデッキを組む人は多かったでしょう。それぐらい魅力のあるカードだったと思います。悪魔神バロムエンペラー。2007年に登場したカード。闇の秘術によってバロムが復活した姿となります。7マナ9000のダブルブレイカー。デーモンコマンドから進化して、出た時、闇以外のクリーチャーを全て破壊します。バロムと比べパワーは落ちるものの、7マナと1コスト軽くなったことで、格段に召喚しやすくなりました。闇のストライクの効果に引っかかるのもいいですね。先代バロムと異なり、専用構築にしなくていいのが強みでしょう。ドルバロムに比べると効果は地味ですが、7コストという手軽さが、デーモンコマンドを扱うデッキの選択肢の一つとして、片手間に召喚を狙えるレベルです。出た時の効果はバロムと変わらず強力なものなので、結構使われたカードでしたね。死神明王バロムモナーク、2010年3月に登場したカード、ハオーブラックモナークが戯れに生み出した存在となります。そして死神という、新たに登場した闇文明の勢力であり、光文明の白騎士の対となる勢力です。死神明王とは、死神の進化クリーチャーが関する名前ですね。7マナパワー12000のトリプルブレイカー。デーモンコマンドか死神から進化して、自分のデーモンコマンドか死神がバトルに勝った時、墓地からクリーチャーを蘇生する能力です。バトルに勝つという面倒な条件があるものの、達成すれば墓地からマナコスト問わず、進化クリーチャーも蘇生できるため、蘇生能力自体はとても強力ですね。しかし破壊効果がつきものの闇文明において、バトルに勝つという能力は噛み合わせが悪いため、相手をタップすることに長けている光文明と組ませるのがいいでしょう。死神が対となる文明と組むことで進化を発揮するとは、なんともあれな話ですが、また、バトルに勝つとは、
ブロックにも対応しているため、墓地にドルバロムなどの大型クリーチャーを控えさせておけば、実質ブロック不可の死神軍団を構成させることが可能ですね。悪魔神王バルカディアス。2010年12月に登場したカード。光と闇文明 vs 非自然水文明の戦いにおいて、ファイナルストームに追い詰められた光と闇文明が、散り際にロマノフ Z ウィザードに最大の秘術を使わせ、精霊王アルカディアスと悪魔神バロムを復活融合させた姿。その圧倒的な破壊力でファイナルストームを倒しますが、新たな連合軍のリーダーと、その団結力の前にはかなわず、敗れ去ったカードとなります。10マナパワー14500のトリプルブレイカー。出た時、他のクリーチャーを全て破壊。相手の呪文を封じる能力を持ちます。相手の呪文を封じる詰ませ性能と、場の全体除去による弱点性能を兼ね備えた、非常に強力なクリーチャーですね。10マナと非常に重たいコストですが、アシュライガーで軽減したり、セブンスタワーやインプザワイルドでマナ加速して繋いだりと、意外にも召喚に困らなかったのです。殿堂入りもしたドラビタホールと母なる紋章と相性が良く、時空の不滅ギャラクシーを出しながら、母なる紋章で進化するムーブは、当時かなり使われていましたね。悪魔神バロムハンター。2011年10月に登場したカード。バロムがハンターとして再臨した姿。ハンターらしく、体験を構えた姿となります。10マナパワー12000のトリプルブレイカー。ハンターから進化して、出た時、ハンター以外のクリーチャーを全て破壊します。本家バロムより2マナ重くなった代わりに、進化元がハンターになり、除去対象もハンター以外となりました。あとトリプルブレイカーにもなっていますね。ハンターが進化元であり、ハンターでなければ闇文明も破壊できる点が、バロムとの差別化できる部分となりますが、10マナで出すには少々物足りなさが否めません。しかし、カイザーバキが活躍していた時代において、バロムハンターがピン刺しされるケースが稀に見られました。コードデーモンバロムミステリー。2012年10月に登場したカード。まさかの光デーモンコマンドに驚かれるかもしれませんね。アンノーンという背景ストーリーにおいて黒幕として暗躍した種族で、光のデーモンコマンドや闇のエンジェルコマンドなど、黒幕らしい個性的で強烈な能力を持つカードが多いです。7マナパワー12000のトリプルブレイカー。デーモンコマンドから進化して、自分のデーモンコマンドがバトルに勝った時、カードを1枚引いても良い。その後、進化ではないデーモンコマンドを1体、手札からタダで場に出します。先のバロムモナークに似た能力ですね。墓地ではなく手札から出すため、ドロー効果があるとはいえ、やや使い勝手が悪い印象。こいつ中心でデッキを組むとなると、連ドラのように、大半をデーモンコマンドにする必要がありますね。光のデーモンコマンドのためか、バロム特有の手のひらにある穴がなくなり、右手には、左手に運を崩した文字が刻まれています。ユーマ神王バルカディアネックス。2013年に登場したカード。精霊王では忘れており申し訳ありません。先のバルカディアスとボルシャックネックスが合体したようなカード。15マナパワー25000のワールドブレイカー。エンジェルコマンド、デーモンコマンド、アーマードドラゴン。いずれか3体から進化して、相手は呪文が唱えられなくなり、攻撃時、相手のクリーチャーを1体破壊。その後デッキからドラゴンかコマンドを1体選び、場に出す効果です。相手の呪文を封殺しながら、制限が種族のみの踏み倒しで、デッキからドルバロムやアルファディオスなど、何でもござれの超強力効果。さらにワールドブレイク持ちのため、まさに出たらほぼ勝てる正真正銘の切り札カード。しかし15マナと凄まじく重いコストに、進化元も大変なため、召喚には骨が折れるカードとなります。大抵、進化元が揃っている時は勝てることが多いため、長らくオーバーキルなスペックとして、ロマンカードの1枚だったわけですが、現在は墓地対価という強力なコンボにより、対価先のフィニッシャーとして大活躍する1枚となりました。本当にね、良くないですよ。悪魔竜王ドルバロム D。2014年7月に登場したカード。ドルバロムがドラゴンの力に目覚めた姿となります。10マナパワー13000のトリプルブレイカー。闇のドラゴンから進化して、出た時、闇以外のクリーチャーを全て破壊して、その後、お互いはマナから闇以外を墓地に置きます。単純にドルバロムのドラゴン版と考えて良さそうです。そしてドラゴンということは、豊富なドラゴンサポートを受けることができるため、本家ドルバロムと比べて強みが多いですね。ただデーモンコマンドから進化ができないため、
上位互換というわけではありません。しっかり差別化はできています。本家の白い体に比べこちらは黒。竜にふさわしいゴツゴツした姿から、かなりかっこいいイラストだと思っています。悪魔神バロムロッソ。2015年10月に登場したカード。バロムの派生なのでしょうが、見た目はドルバロムに似ていますね。ロッソとは、イタリア語で赤を意味しており、その名の通り、全身が血まみれになったような、赤黒い体色をしています。9マナパワー13000のトリプルブレイカー。デーモンコマンドから進化して、出た時、闇以外のクリーチャーを全て破壊して、その後、お互いは手札を見せ合い、闇以外のカードを全て捨てます。1マナ上のドルバロムと比べると、マナか手札かと違いがあり、マナと違って普段は見えない手札への干渉は、出した時どれだけ相手に被害を与えることができるのか、不確定であるためやや使いづらさが残りますね。フレーバーテキストでは、道家人形ミケのオマージュであり、ハオーブラックモナークが、デスパペットのみならず、悪魔神にさえも強い忠誠心を抱かれる存在であることが暗示されています。悪魔神バロムクエイク。2016年8月発売の構築済みデッキにて登場したカード。ハオーブラックモナークの復活を試みるデーモンコマンドや死神と、その復活儀式のために侵食される自然文明の様子が描かれたデッキであり、クエイクという名はその名の通り大地を意味しています。10マナパワー13000のトリプルブレイカー。マナ進化デーモンコマンドで、出た時、デーモンコマンド以外のクリーチャーを全て破壊します。また、相手のクリーチャーがコストを支払わず場に出るとき、代わりにマナへ置くというロック性能を持ちます。10マナと重いのですが、マナ進化なので場に進化元を置いておく必要がないため、非常に出しやすいカードとなります。また、破壊対象が文明から種族となっているため、対象が広がったのも強いポイントですね。また、ロック効果も強力で、例えば相手のシールドトリガー10は場に出ることすらないため、アクアサーファーなどが効きません。呪文ロックと合わせれば強力なロックができますが、自身の破壊効果で巻き込んでしまうため、揃えるのは少し厳しいかもしれません。ただこいつだけでも、盤面全体除去と、クリーチャーによるカウンター封じから、フィニッシャーとしてかなり頼もしいカードであります。悪魔神バロム砲。2019年1月に登場したカード。ツインパクトという、クリーチャーと呪文が一体となったカードで、クリーチャー面はバロムそのままで、呪文面がバロム砲という、バロムの必殺技がカード化されたものとなります。バロム砲はマナのみであり、盤面に干渉することはできませんが、こちらは呪文という、進化元が不要の、お手軽さが非常に強力。つまり入るデッキを選ばないということですね。相手によってはこの呪文1枚でマナが吹き飛んでしまうため、呪文回収と組み合わせて延々とバロム砲を打ち続け、相手をゲームエンドに追い込むことも可能です。シェイマ連結王バロディアス。2021年4月3日に登場したカード。ディスペクターという、既存のクリーチャーが合体したような容姿とカード名が特徴的な種族を持ちます。また、ここでいう合体とは、先のバルカディアスのような融合のようなものではなく、連結に近い意味の合体です。バロディアスに限っては、アルカディアスとバロムを縦半分に割り、上半身と下半身で交互になるように接合しています。なのでアルカディアスとバロムの部分が明確に分かれていますね。8マナパワー13000のトリプルブレイカー、エクストライフという、出た時デッキ上から1枚目をシールド化し、このクリーチャーが離れる時そのシールドを代わりに墓地へ置くという、多くのディスペクターが持つ効果を持ちます。他には単色呪文に選ばれない。出た時、またはエクストライフのシールドが離れた時、相手のクリーチャーを1体破壊する効果。エクストライフのおかげで場持ちが良く、除去される時もただでは除去されないしぶとさ。非常に厄介な能力ではありますが、単体で勝負を決めるほどの能力ではないため、これまで紹介した派生カードの中では少し微妙ですね。シェイマ連結王ドルファディロム。2021年4月17日に登場したこのカードは、先のバロディアスが、アルカディアスとバロムの合成ならば、こちらはアルファディオスとドルバロムを合成した、ディスペクターの王となるカード。背景ストーリーにおいても、主人公に敗れはしたものの、公式から直接対決で言えば最強クラスと解説されるほど、歴代屈指のパワーを持つドルファディロム。そしてその強さは、カード性能にも現れていました。8マナパワー13500のトリプルブレイカー。エクストライフでスピードアタッカー。相手の単色呪文を封じ、
出た時、またはエクストライフのシールドが離れた時、相手の単色クリーチャーを全て破壊する。先のバロディアスと比べ、単色に限定されているものの、呪文ロックに全体除去という、わかりやすく強力な能力を備えたクリーチャー。ちなみにさっきのバロディアスとこいつは、進化クリーチャーではありません。話を戻しますが、このカードはガチ環境でも使われるほど強くて、簡単に言うと、こいつ1枚の登場により、それまで地雷の地位に甘んじていた5色コントロール系のデッキが、一気に環境上位の地位まで押し上げ、あらゆるクリーチャー呪文の評価項目に、多色海中が追加されたといえば、このカードの強さが伝わるでしょう。進化クリーチャーではないため、踏み倒しで出てくるのもやばかったですね。悪魔神バロム派です。2021年7月に登場したカード、バロムの上位種の一つで、1マナ重くなった代わりに、トリプルブレイカーと攻撃時に闇クリーチャー蘇生を得ました。闇クリーチャーであれば何でもいいので、ドルバロムを出して破壊し損ねたエクストライフ持ちを破壊しながら、マナを削り取ってもいいですし、バロムクエイクなら進化元なしですぐ殴れるトリプルブレイカーを、相手のシールドトリガー銃を封じながら並べることが可能。このように、バロム種と組み合わせるとロマンありますよね。さらに、ヘルゲートムーンに繋げて大量展開することも可能です。ガチ環境ではあまり活躍できませんが、ファンデッキなどカジュアル環境では、良カードと言える1枚だと思いますね。ゲームエンペラーバロムスター。2021年12月に登場したカード、スター進化クリーチャーという、現代のクリーチャーが、勝負編や勝った編のクリーチャーから力を分け与えてもらって、誕生したクリーチャーとなり、身にまとっている英雄の種族も複合しています。つまりこのカードは、ゲームエンペラーというカードが、バロムという過去の英雄を身にまとった姿となりますね。7マナパワー1万1000のダブルブレイカー。このクリーチャーの召喚コストをに少なくしても良い。そうしたら、ターン終了時に破壊します。スター進化レクスターズか闇のクリーチャーで、スター進化とは、このクリーチャーが離れるとき、進化元は場に残ります。攻撃時、自身の手札を好きな枚数捨てても良い。その後、捨てた数に1を足した数。相手は自身のクリーチャーか手札を選び、墓地に置かなければなりません。つまり攻撃時に手札を3枚捨てた場合、相手は3に1を足した4枚を、クリーチャーか手札から墓地へ送らなければなりません。また、コストを下げたことによる次回効果も、スター進化によって進化元は場に残るのが偉いですね。こちらもバロムとはいうものの、イラストはドルバロムの方に近い印象ですね。以上、悪魔神の派生カードをまとめていきました。いかがだったでしょうか？おそらく今後も登場するであろう、バロムの派生カードですが、個人的にはバルカディアスが一番好きです。皆さんは何が好きでしょうか？コメントお待ちしております。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。